ひろゆきさんが考える30年後の日本、最も可能性が高いシナリオは何だと思いますか？今の政策の延長線がそのまま起きていて、増税をして減税をしないというところが与党と野党の第一党で、結果として労働者の負担というのはずっと大きくなり、少子化でずっと日本人の人口は減っていき、外国人の移民が増えます。というか今も増えています。日本の場合って中小企業が支持している自民党が強くて、で、自民党は単純労働者の移民をずっと増やし続けてるんですよね。日本人の人が減っていて、外国人の労働者が増えるという状況になっていて、で、30年経つと多分アメリカと一緒で3割4割はもう、アメリカももともとアメリカ人なんぞやみたいなのあるんですけど、ラテン系の人数がすごい増えてるんですよ。で、もともとそこまでラテン系多くなかったんですけど、ラテン系の移民、メキシコ系の人とか南米人たちね、あの人たちが増えて、結果としても、次回から次次回以降は、大統領はラテン系に一回なったら、それはもう変わらないんじゃないかって言われてるんですよ。トランプ大統領白人っていうのがアメリカの象徴ですけど、でも白人って少ないよね。なのでラテン系が本気でラテン系に毎回投票してたらラテン系ばっかり受かるよね。あの状態に多分日本もなるんじゃないかなと思います。なので今のままだとそういう状況になるというのは必然として起こりうるんじゃないかなと思います。ホリエモン、金融所得課税 30% の起業する人とやる気を削いちゃうからダメ。みんな海外行っちゃう。これについてどう思いますか？行きません。金融所得課税 20% でも高いと思ってる人はもう外行ってます。で、外行っても結局日本人って日本にいた方が心地いい人が多いんですよ。金融所得課税の 20%、30% って NISA の枠を全額使い切ってない人は関係ないんですよ。旧 NISA で600万円、新 NISA で1800万。合わせて2400万円分の株というのは非課税なんですよ。その非課税の枠を超えてまで株を持っている人が初めて金融課税所得の 20%、30% で関わるんですけど、そこら辺まで金持ってる人って日本食美味しいよねとか、日本の治安いいよねとか、日本の友達とキャバクラ行きたいよねとか、日本でしか楽しめない人たちなんですよね。なので、税金が上がると日本出てくやつが多いって言われるんですけど、結局出てかないんですよ。ABEX の松浦さんが、これだけ税金上がるんだったら日本出てくわっつって、一回出てってシンガポール行ったんだけど、やっぱりつまんないからっつって日本帰ってきたんですよ。2年前ぐらいにオリエンタルラジオの中田さんも、シンガポール行くわって言って、結局日本帰ってきたんですよ。なので日本って税金が安いから住む国ではなく、日本人が住みやすいから住む国なんですよ。で、日本って治安もいいし、飯もうまいし、物価も安いんですよ。逆にシンガポールとかに行くと、美味しいご飯は美味しいけど、めちゃくちゃ高いんですよ。なので、結果としてシンガポールに行って税金安くなったけど、食える食事の量は少ないし、美味しいレストランって、多分ね、100個ないと思いますよ。人口もともと500万人しかいない都市なので、東京って東京圏だけで3000万人住んでるので、毎日美味しいレストラン回ってたとしても、多分東京って毎日違う店行けちゃうんですよね。多分300個以上、誰が行っても美味しい店東京あると思うんですよ。神奈川とか千葉とか石川県とか入れたらもっと増えますけど、でもシンガポールはありません。シンガポールでめちゃくちゃ美味しい店って100切るんじゃないかな。だって人口少ないからね。結局1億人も住んでる国だとお客さんが1000人1万人っていうのだけでも、やっぱり1万店舗とかになるんですよ。1万人の商売を相手にしてますっていうのが、レストランだとすると、1万店の店舗が発生するんですよ。でもシンガポールだと500万人しかいないから、1万人を相手にすると、店舗500店舗しかないんですよ。そしたらそれは競争もないし、確かにあそこは美味しいけど、もう行ったよねってなっちゃうんですよ。ミシュランっていうレストランガイドがあるんですけど、三つ星が一番多い都市は東京です。美味しいもの食べたい人は、実は東京にいる方が美味しいもの食べれるって。フランスも多いですけどね。フランスは高いんですよ。美味しい店は。あと予約も取れない。日本の場合はね、結構予約取れたりするんですよね。なので、そういう意味でいくと、なんだかんだ言ってね、金融所得課税があったから出てくっていう人は出てきません。言ってる人に、じゃあ出てってみたらっていう。金持ちが出てくんだって、まず貧乏人が言ってるパターン。金持ちが出てくから良くないって。いやいや、お前金持ちじゃねえじゃん、みたいな。で、金持ちでここまで行ったら出てくよ。出てけば。出てかないんだよね、結局。なので、基本的には文句言ってるだけで行動しない人たちっていうのだと思います。すきや橋二郎は素材が違います。魚というのでめちゃくちゃ美味しいものというのは大量に手に入らないんですよ。で、卸がたまたま取れためちゃくちゃでかい車エビとかがあると、二郎さんはもういいねで買うって言ってるので、
卸とか漁師さんがたまたま取れたいいものは、とりあえず二郎さんとこ行っちゃうんですよ。逆にキューベイさんみたいなめちゃめちゃ店舗がいっぱいあるところだと、たまたま取れたいい1個を買っても店中には行かないんですよ。キューベイの銀座店は出るかもしれないけど、キューベイの六本木店は出ないよねみたいなのがあって、なので本当に数の少ないめちゃくちゃレアなものというのが自動的に数寄屋橋二郎に供給されてしまうシステムのようなものがあるらしいんですよね。いいねで買ってくれるし、1本だけでも買ってくれるから。キューベイさんとかだったりすると1本だけ買うができないんですよ。なので寿司というのは最終的に素材だよねというふうに答えを出すのであれば、数寄屋橋二郎のシステムにはちょっとかなわない。いろんな店を作ってしまってる時点で、やっぱり最高の素材は出せなくなっちゃうんですよ。最高の素材は1個あるんだけど、じゃあ S クラスは1個で、じゃあ A クラスは10個ありますとなると、やっぱり店舗の多い店だと A クラスが出てきちゃうんですよ。これはしょうがないです。でも数寄屋橋二郎の場合は、S クラスのものだけでその日のメニューを作るが可能なんですよ。今日の S クラスこれ。よし、これで今日のメニュー作ろうっていうので、S クラスだけで素材が作れる。でもこれが店舗10店舗あると、S クラスだけでメニュー作れないんですよ。A と S が混じるメニューになっちゃうんですよ。っていうのがあるので、構造的な問題で、数寄屋橋二郎を超えるというのがなかなか難しい。もちろんS がいっぱい取れたとか、数寄屋橋二郎さんにも S が入らなくて、他の店も A クラスでやってますという時もあると思います。ただ構造論としてやっぱり店舗が多い店だとできないっていうのがあったりします。うちの彼女が数寄屋橋二郎さんが好きで、数寄屋橋二郎が好きじゃないんです。数寄屋橋二郎さんが好きなんです。なのでね、うちにね、数寄屋橋二郎本がね、2冊ぐらいあるんですよね。1回しか行ったことないんですよ、うちの彼女は。震災の後で、二郎は寿司の夢を見るかっていうのがちょうど世界で公開された頃で、数寄屋橋二郎さんっていうのは予約がなかなか取れないと言われていて、で、映画が公開されたらもっと取れなくなるよね。でも震災直後で、どうやら数寄屋橋二郎さんが空いてるらしいっていうのがあって、で、一回ランチで行ったことあるんですよ、うちの彼女と。そこですごく美味しかったっていうので、数寄屋橋二郎さんの本をずっと読んでて、ああ、そうなんだ。ずっと手袋してるんだ。へえとか、やっぱりタコは明石が美味しいんだ。っていう感じのがあるので、なぜか数寄屋橋二郎さんネタ僕も詳しくなってしまったっていう。さっきまでリハックの玉木さんと西田さんの対談を見てました。今後の玉木さんの政治活動に期待していること何かありますか？でも減税のためには頑張るんじゃないですかね。僕が聞いてる限り玉木さんは言ってることは合理的なんですよ。合理的なように見えて、ここは答えられないとか、あんまりね、濁すことをしない人なんですよね。自分だけで決められないからこの時点では断言できないよね、みたいなのがあるんですけど、ちゃんと合理的にこうだったら確かにそうだよねという形で、行動パターンがある程度推測できるタイプの人なので、僕が思ってたのと違うことをやってたとしても、後で理由を聞くと、あ、そういうことなのね。確かにそれはそうかもね。みたいなのがあったりするんですけど、アベプラでも共演したんですけど、説明下手。誤解をされて、結果としてアンチを作るみたいなのをやるんですけど、なのでそこの説明下手さえ治れば、そういう誤解はどんどん減るんじゃないかなと思うんですけど。インフレ加速して平均賃金1000万になっても103万円の壁を壊さないと7個3民になりそうなんですが、フランスの課税最低所得めちゃくちゃ高い危機したが、減税政党が日本も躍進するのでしょうか。フランスだといくらだったっけな、2万ユーロぐらいが最低課税所得だと思うんですけど、で、ただ2人暮らしだったりすると4万ユーロまで。奥さんと僕2人きりですっていう世帯の場合で、奥さん無職だと4万ユーロまで課税されないんですよね。日本円にすると600万ぐらい。そんなするっけ？ちょっと待ってね。今ちょっと税率確認します。1万ユーロか。1万ユーロから2万8000ユーロまで税率 10% か。1万1000ユーロだから170万円ぐらいまで非課税。なので、2人暮らしだと340万円ぐらいまで非課税。子供2人いると3倍なので、3万3000ユーロだから、両親子供2人という家庭で旦那さんだけ稼いでますという家庭の場合は年収500万円ぐらいまで非課税です。年収の世帯割という形でフランスは課税されるので、子供が生まれた方が税金が安くなるよねとか、結婚した方が税金が安くなるよねっていうのがあるので、結婚した方が得とか子供を産んだ方が得というのになって、一応少子化対策にも影響を与えているのではないかなと言われています。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。